どうも皆さんこんにちは、まみむんです。ということで今回はカエルやオタマジャクシの育て方や使用、関連アイテムについて紹介していきます。こちらが新たに追加されたカエルです。カエルの体力はハート5個分で牛や豚の体力と同じになっています。そしてね、こちらが追加されたスポーンエッグです。このカエルの種類は全部で3種類います。左からオレンジ色が特徴的な温帯のカエル、そして白色の熱帯のカエル、そして緑色が鮮やかな寒帯のカエルになっています。ではそれぞれのカエルがどこでスポーンするのか見ていきましょう。まずは温帯のカエルなんですが、温帯のカエルはこのように沼地に自然スポーンしています。続いては熱帯のカエルです。熱帯のカエルは新たに追加されたマングローブの沼地に自然スポーンしています。そして寒帯のカエルは現状自然スポーンしていません。動画の後半で紹介しますが、オタマジャクシがその環境で育つことによって寒帯のカエルが生まれます。カエルはスライムボールを使うことによってこのように誘導することができます。ただカエルの歩く速度が遅いので、このようにスニークをしながら誘導するのがいいかもしれません。他にもリードをつなぐことができるので、このように引っ張ると先ほどのね、誘導より早く移動させることができます。またトロッコに乗せて移動させる方法やボートに乗せて移動させる方法があるので、サバイバルを始めた直後はこのようにボートで移動させるのが有効的かと思います。続いてはカエルの繁殖方法です。カエルはスライムボールを2匹に与えることによってこのように繁殖をします。ハートのエフェクトが出ると1匹のカエルがのそのそと歩き始めるんですが、これね、実は水辺に卵を産みに行っているんですね。この卵は一定時間経つと孵化してオタマジャクシが2匹から6匹生まれます。こちらが新たに追加されたオタマジャクシです。オタマジャクシの体力はハート3つ分になっていて、オウムの体力と同じになっています。カエルと同様スライムボールで誘導することができ、スライムボールで成長速度を上げることができます。成長するとこのようにカエルに育ちます。完全に別のモブになっているのがわかりますね。またオタマジャクシは水がないとこのように死んでしまうので注意が必要です。他にもウーパールーパーにオタマジャクシは襲われてしまうので、同じ水槽に入れるのはやめましょう。オタマジャクシは倒してもドロップするものはありません。そしてカエルもドロップするものはないんですが、経験値は落とします。オタマジャクシは水入りバケツでこのように捕獲することができ、新たに追加されたオタマジャクシ入りバケツを入手できます。ちょこっと顔を出していて可愛いですね。オタマジャクシは成長するバイオームによって異なるカエルの種類に育ちます。例えば沼地や平原、海岸や森林などの比較的気温が穏やかな地域で育ったオタマジャクシはこのように温帯のカエルに成長します。新たに追加されたマングローブの沼地や砂漠、サバンナ、ジャングルなどの気温の高い地域で育ったカエルは白色が特徴の熱帯のカエルに成長します。そして雪原や凍った山頂、林や凍った川など気温の低い地域でこのようにオタマジャクシ入りのバケツでオタマジャクシを運び成長させると緑色が特徴の寒帯のカエルになります。どのバイオームで生まれたオタマジャクシもそのオタマジャクシを運んでいき、成長したバイオームによって異なるカエルになります。カエルはもちろんのことですが、このようにジャンプをしたり水の中をこんな感じにね、泳ぐこともできます。なかなか可愛いですね。そして落下ダメージが軽減されるのも特徴です。同じ高さから同じ体力である牛とカエルを同時に落としてもカエルは死なないのがわかります。また一番小さいスライムを食べるのも特徴です。その際このようにね、スライムボールを落とします。他にも一番小さいマグマキューブを食べると新アイテムであるフロッグライトというものを落とします。フロッグライトはその名の通り新たな光源になっていて、種類は3種類。左から黄土色、真珠色、
新緑色になっています。温帯のカエルが一番小さいマグマキューブを食べると黄土色のフロッグライトを落とします。また熱帯のカエルがマグマキューブを食べると真珠色のフロッグライト、寒帯のカエルがマグマキューブを食べると新緑色のフロッグライトを落とします。このようにカエルの種類によって入手できるフロッグライトの種類が変わってきます。新たな光源として様々な建築に使えそうです。フロッグライトの明るさはレベル15になっていて、松明よりも少し明るい光源になっています。それではカエルやオタマジャクシ関連の新しい進捗を見ていきましょう。まず一つ目はオケオケという進捗になっています。この進捗はこのようにオタマジャクシを水入りバケツで捕まえることによって達成できます。続いての進捗は3種類のカエルをリードでつなぐことによってみんなで街に飛び込もうという進捗を達成することができます。この進捗は必ずしも同時にリードでつなぐ必要はありません。続いては僕たちの力を合わせてという進捗なんですが、こちらは先ほど紹介したカエルの種類ごとにドロップするフロッグライトを全て集めることによって達成できる進捗になっています。3つ集めるとこんな感じにね達成することができます。必ずしも全てをインベントリーに入れておく必要はないので、ゆっくり集めて達成することもできます。カエルやオタマジャクシの気になることを検証していきましょう。異なる種類のカエルは繁殖することができるのか。それぞれのカエルにスライムボールを与えると2匹のカエルが近づきハートのエフェクトが出ました。そして1匹がしっかりとカエルの卵を産みました。続いては人工的な水源に卵を産むのか。のそのそと近づいていき、こちらもしっかりと卵を産みました。ではね、1ブロック分の水には卵を産むのか見てみましょう。はい、なんとね、このサイズ感でも卵を産みます。続いてはスポーンエッグでカエルをスポーンさせた際、異なるバイオムでスポーンさせるとどうなるのか。バイオムの境界がこれほど近くてもそれぞれのカエルが生まれました。カエルは敵対してくるのかというと、殴っても逃げるだけです。そしてね、カエルをこのようにね、完全に空気のない水槽などに閉じ込めた場合窒息するのかというと、はい、全く窒息しませんでした。カエルやオタマジャクシ、とても可愛いモブになっていますね。フロッグライトも建築に役立ちそうです。動画の内容が参考になったなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。